先日関明夫さんが動画を出しましたね。タイトルはミスター都市伝説、関明夫からの物語、呼ばれる人間と呼ばれない人間。サムネイルには宇宙エネルギーの文字が書かれてありました。その動画の内容に少し面白い内容が含まれていたのと、前回のスバーバル世界種子貯蔵庫に関連付けられるものがあったので、少し考察をしていこうと思います。子供の頃から地球上の生物は様々な進化をしてきたと教えられただろう。例えば人間は猿から進化したと教わったのではないのか。これは科学的根拠に基づくものではないとされている。昔々多くの人は神様が大地や人を作ったと考えられていた。しかしそれには多くの疑問が残った。そこでかの有名なダーウィンが進化論を提唱した。今までの神が人類を作ったという定義から大きく外れたが、彼の進化論は今でも教科書に載るほどのものだったそうだ。さて、ダーウィンの進化論はダーウィンの学説であり、種の起源という著書を出している。学校で習う進化論は本当にごく一部に過ぎない。種は変異する。種は共通の先祖から自然淘汰により進化や分岐を繰り返し、そのことにより生物多様性は増し、一部は絶滅するといったものだ。もう少し簡単に説明すると、生物は様々な環境変化に対応するために進化や分岐を繰り返し、その過程で地球上に様々な生物が生まれ、その中で一部の種は絶滅する。しかしこれはダーウィンの持論を含んだ調査内容で、科学的根拠に基づいた学説ではない。だが生物学、遺伝子学に大きな激震を与えたとされている。どうして形質は遺伝するのか。種の変異の仕組みを解く鍵であったからだ。ダーウィンをはじめ多くの生物学者たちがこの問題に挑戦したが、意外にも無名の修道士がその答えをすでに解いていた。グレゴール・ヨハン・メンデルだ。1857年、遺伝の祖とも呼ばれるグレゴール・ヨハン・メンデルがメンデルの法則、または遺伝の法則を発見。黄色と緑色のエンドウ豆がどう遺伝すれば黄色になるのか緑色になるのか、彼は観察実験を行い遺伝の法則を導き出した。血液型に例えてみれば分かりやすい。人間の血液型を我々が両親の血液型をもとに子供の血液型を予想するのもメンデルの法則から来ている。父親が AA で母親が AO だから A 型か O 型の子供が生まれる。これがメンデルの法則だ。さて余談はさておき、世界史を大きく動かした植物の著者である植物学者の稲垣秀弘氏が書いた著書をご存知だろうか。トウモロコシは宇宙からやってきた植物であるという都市伝説。これは実はあながち間違ってはいない。トウモロコシは明確な祖先種である野生植物がない。テオシントと呼ばれる植物が祖先種なのかもしれないと論争されているが、現在はテオシントに含まれる亜種が栽培化されたものではないのかと言われている。植物は雄花から雌花に受粉し種子を作る。そして植物は種子を散布するための様々な工夫がされている。タンポポは綿毛で種子を飛ばす。トウモロコシの種子は我々が食べる部分だ。トウモロコシの種子は皮で包まれていて自然に落ちることはない。すなわち人間の助けなしに育つことは不可能だ。初めから作物として食べられるために作られたかのような植物で、まるで宇宙人が古代人の食料として授けたのではないのかと噂されている。マヤ文明ではこのトウモロコシが重要な作物であった。マヤの伝説では人間はトウモロコシから作られたとされているらしい。神々がトウモロコシを練って人間を創造した。トウモロコシは黄色、白、紫色や黒色、橙色といった様々な色があるため、人間の肌の色の違いは様々な色のトウモロコシから作ったから。
ここで一つ不思議な点にお気づきでしょうか。マヤ文明は紀元前1000年頃から16世紀頃まで現在のメキシコのユカタン半島からベリーズ、グアテマラ、ホンジュラスといった国々のあたりで栄えた文明、そして15世紀以降にコロンブスがアメリカ大陸を発見し、アフリカから黒人たちがアメリカ大陸に連れてこられたのは17世紀以降。なぜマヤ人は肌の色が違う人種がいることを知っていたのかは不思議ですよね。以前紹介した五色人やマヤの伝説など様々な伝説や建造物を見ても、当時の技術で考えられなかった高度な技術や知識が残されています。まるで誰かに教えられたかのように。こじつけにはなりますが、恐竜が滅びた原因とされる隕石はユカタン半島あたりに落ちたと言われていますよね。さて、動画に出てきたメーテル、うるせえやつらについても少し深掘りしていきます。